はい、現場に到着しました。こちら、粘着シートにオオスズメバチがたくさん捕まっています。十何匹のオオスズメバチが捕まっていますね。2日ほど前にここに来た時にたくさんのオオスズメバチが来てニホンミツバチを襲っていました。ここのお家の方に危害が及ばないように粘着シートを使ってオオスズメバチを隠しておきました。はい、たくさんいますね。下にも転がっているのでちょっと片付けます。下にオオスズメバチがいるのは何だろう。粘着シートで、でもなんかちょっとベタベタしてるから、粘着シートから脱出したやつが落ちて、下で息絶えたのかもしれません。すごいいっぱいいる。こっちにも。この子もベタベタしてるから粘着シートっぽいですね。OK。じゃあ、オオスズメバチはこんなもんかな。これは閉じておきますね。すごい。はい。ミツバチなんですが、2日前、オオスズメバチが襲われているときは少し飛んでいたんですが、今はほとんど飛んでいません。今、1匹羽音がしたんですが、ちょっと姿は見えていません。中がどうなっているか iPhone で覗いてみたいと思います。すごい。底板にスムシがいっぱいいる。アリもいっぱいいますね。よいしょ。巣板はほとんど露出していますね。ですが、片隅っこにミツバチが少し固まっていますね。いやー、最近やっと涼しくなってきたと思ったら、今日は最高気温がまた34度ぐらいまでなって暑いですね。やっと秋らしくなってきたと思ったんですがね。あんま揺らすと残ってる鉢に怒られるね。ちょっと暑くてなるべく防護服を着たくないんですが、あんまりまとわりつかれたりするようだったら防護服を着ないといけないかもしれない。わお。はい。巣の子を開けてみたら結構蜜が溜まっていました。ミツバチはこの隙間奥の方にちょっと画面からだと見えないかもしれませんが少しだけ残っていますね。巣虫が発生しているとこの巣の子の上に糞があったりするんですが、そのような形跡も一切ないのでこの蜜はまだ食べられそうですね。なんかオスメショート。来た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 。はい、オオスズメバチがやってきましたね。あれ、網とか、網あったな。狩り場にしてたからやってきたのか。ちょっと狩り場。どこ。わっ。いや、ミツバチが。
はい、新しい中倍中持ってきました。泥棒は許さんぞ。つかないようにしないと、蜂蜜。羽についたらもうこっちのもの。ほりゃ。ほりゃ。あ、ちょっと。空中に飛んでる時にバシッてやるんだよ。あ、その。2匹いるんだ。そう、端を持って、バンってやるんや。あ、こうやってね。振るんや。そこからは入らせんぞ。あ、ちょっと待って。はい、OK。で、もう一匹来てますが、この子がフェロモンを出してこっちに行くんじゃないかなと思いますが、どうだろう。蜂蜜の香りの方が強いのかな。はい。今、スズメバチがやってきましたが、捕まえたし、防護服も着て、もう安全そうなので、作業の続きをします。この群れは2日前に見た時には、もう少しミツバチが出入りしていたのですが、オオスズメバチがたくさん襲いに来ていたので、逃げてしまったのだと思います。残っているミツバチには申し訳ないのですが、このままにしておくと、巣虫が大量発生して、これが確か3段巣があるので、どうする？これバラバラにすると蜂蜜だらけになっちゃうから、うん、そのまま持って帰る。このまま袋に入れて持って帰りますか？はい。あ、蜂がすごいいるんじゃない？これ大丈夫？あ、そんないないか。はい、じゃあ行きましょう。よいしょ。よいしょ。そう、こういったきれいにしておきましょうね、これ。あれ、上に巣虫いなかったけど、下にはいるんですね。底板のところにはいっぱいいるけど、上にはいなかった。下の方で繁殖してんのか。うん。あ、スクズ食べてたからね。はい。今年はですね、この群れのように、スズメバチに襲われて逃げてしまったり、死滅してしまう群れがかなり多いです。まだ9月の上旬なので、この時期からオオスズメバチが来るっていうのはかなり珍しいです。オオスズメバチも弱い群れから狙って襲っていくので、オオスズメバチに襲われる前からおそらく何らかの原因、女王バチの寿命ですとか産卵能力の低下、それからダニ、あとは下もですね、ミツバチの死骸がちょっと落ちているので、この子たちも自然に帰れるように土っぽいところに置いておきましょう。はい、それではお家に帰りたいと思います。この辺かな。ああ、もうあんまりないね。このくらいか。
はい。このくらいの量なので、3、4キロは取れるのではないかなと思います。これは逃亡してしまった群れの蜜なので、販売用にはせず、巣箱を置かせていただいている方にお返しするのと、自家用にしたいと思います。